白鸚記深海遊戯録予約特典ドラマ CD かの者引き合わすべからず。お前ら気合が足りねえぞ。てめえの技で命の取り合いしようってのにふぬけてんな。佐野が珍しく声を荒げているようだが。はじめくん、昼の巡察お疲れ様。何か特別なことでもあったのか。そんなことじゃないと思うよ。大使たちが気を緩めすぎてるからその締め直し。ほら最近いろいろと物騒だしね。確かに浪人たちの狼藉はもちろん薩長側の動きも気がかりではある。生半可な心構えではタイムに参加させられん。そうそう、夜の見回りなんか鬼が出るか蛇が出るかという感じで。おい思い返してみればさ、池田屋の一件くらいからだよね。タイの中が妙に張り詰め出したのって。そのせいで土方さんも怒りっぽくなっちゃって、ちょっと僕がいたずらしただけで延々と説教するし。あんたのいたずらはそのちょっとの質が悪いのではないか。おい貴様ら。そういえば自称鬼っていう変なやつらに会ったのもその時だったかな。ああ、その頃だ。ところで宗司、先ほどからは。わざわざ返事をする義理はないよ、はじめくん。相手にしていたらキリがないし。だがここに来た以上無視するわけにはいかぬのだが。仕方あるまい。あの娘にでも聞いて。おっと、手が滑っちゃった。大丈夫だよ。痛くないように一瞬で首を落とすから。万が一宗司が仕損じても俺がいる。案ずるな。貴様ら、訪ねてきた者の首に刃を突きつけるのが新選組の礼節か。つくづく人間とは。はいはい。それで鬼の大将さん、今日は何しに来たの？ま、返事なんて関係なく本気で相手するけど。わめくな。打剣とやり合うほど俺は暇な身ではない。人のことを犬呼ばわりするのがそっちの礼節なんだ。待て宗司、ここまで来て抜刀しないところを見ると本当に戦う気がないのかもしれん。どうかな。本当かどうか怪しいけど。くだらぬざれ言はどうでもいい。話を聞く気があるのかないのか、どっちだ。要件を聞こう。いい心がけだ。人を探している。はい、知らない。貴様、聞く前からその態度は何だ。だってあんたが探してるとかあの子くらいでしょ。そもそもあの娘は探さんでもここにいるのは分かっている。探しているのはある浪人だ。浪人？ああ、この俺が直々に探しているというのに本人は影も見せぬ。まったく礼節を知らぬと見える。単に人探しが下手なんじゃないかと思うけど。今日には浪人が溢れている。確かに個人で探すのは難しいかもしれんな。そやつは貴様らの知り合いらしい。どこにいるのか隠さずに答えろ。答えろって言われてもそれじゃわからないし。名前はどんなやつ？名はわからんが、ネズミのごとく視界の端にちらつき邪魔なことこの上ない男だ。それきっと伊藤さんだね。ちょうど中にいるから切ってきていいよ。宗司、勝手なことを言うな。ちょうどいいから切ってもらおうよ。近藤さんにいろいろ吹き込んでくれちゃって目障りだし。誰の話をしている？少なくとも貴様らの群れに属するものではない。なんだ、つまんないの？ならばもっと具体的な特徴を示せ。このままでは絞りきれぬ。まあそうだね。容姿や声質、服装、口癖とかは？土佐の国言葉を話すらしい。土佐出身の浪人なのか。
この都にいるらしいのだが、どうにも居場所がつかめん。ネズミは隠れるのも得意らしい。土佐の浪人でフラフラしてかくれんぼが得意。はじめくん？奴のことかもしれん。風間、その浪人を見つけたらどうするつもりだ？ほう、他人がどうなるか興味があるのか。同族同士で散々殺し合いをしておきながら、今さら一人を気にかけるとはな。浪人一人どうなろうと別にいいけど、この今日で妙な真似するのはちょっと見過ごせないかな。答えてやる義理はない。さあ、知っているなら吐け。結論を言う。俺たちにも心当たりはない。悪いが他を当たれ。知らぬと？散々時間を浪費させた上に情報なしとは。まあ花から期待はしていなかったが。なら帰りなよ。それとも無理やり帰ってもらってもいいんだけど。言われるまでもない。風間が探してるのってあいつのことだよね。おそらくそうだろうな。ねえ、このまま見て見ぬふりをするっていうのはどうかな。知ってしまった以上そうもいくまい。副長に報告するぞ。風間が来ただと？はい。局長と副長が会津藩邸に出向いている間でした。なら俺も稽古場にいたじゃねえか。呼んでくれりゃ俺が相手になってやったのによ。だから呼ばなかったの。佐野さんまで加わっちゃったら屯所中を巻き込んで大変なことになってたと思うし。加えて向こうには戦意がなかったことも一因だ。随分と言ってくれるが、俺としちゃ宗司とあいつが顔を合わせて切り合いにならなかった方が不思議で仕方ないぜ。やだな。それじゃあ僕が切り合い大好きみたいじゃない。そこまで言ってねえが否定はできねえな。それで奴はどうした？タイに被害はありません。今日に限っては雪村を狙いに来たわけでもないようです。しかしどうやら坂本龍馬を探してるっぽいんだよね。口ぶりからしてあんまり良くない理由で。坂本を狙っている？おいおい、物騒だな。まさかやっちまう気か？明言はしていませんでしたが、可能性はあるかと。それは少々困ったことになりそうですね。三男さん、あんまり出歩いてくれるなよ。伊藤派や事情知らねえやつにバレでもしたら。そのような下手はしませんよ。ぶしつけとは思いますが、勝手に立ち寄らせていただきました。少々気になる名前が複数聞こえたもので。まあ穏やかじゃねえ名前が入っていたのは確かだな。坂本龍馬、彼に関しては我々も方々から手出しを止められている状態ですし、殺されては困る人間、すなわち守る必要がある、そういうことですね。ああ、裏に何があるかは知らねえが、会津藩からはそう言われているからな。でその坂本は今どこにいるんだ？今日にいるなら伏見の寺田屋じゃない？こっちもちょうど坂本が今日に来てるって聞いてな。山崎に寺田屋の監視を頼んでいたところだ。副長。山崎か。どうした？実は坂本が姿を消しました。何？いつからだ？夕刻には寺田屋に入る姿を観察方の者が見ています。しかし暗くなった後に外出し、洛中を放浪するかの者を追ったのですが、こちらの監視に気づいたようで。見失ってから四半時ほど経ちますね。やれやれ、何事も順調にはいかないものです。観察の目から逃れるか。随分といい勘してるじゃねえか。行動が読めないですからね、あの人。うっかり風間とその辺で会っちゃったりして。
不吉なこと言ってくれるなよ。副長、どうしますか？仕方ねえな。風間と坂本が鉢合わせんのを阻止するぞ。本当にやるんですか？放っておけばいいと思いますけど。沖田君、近藤さんならどうすれば喜ぶか考えてみてくださいね。はいはい、わかりましたよ。で、どうするんだ？坂本のやつを見つけて、お前は狙われてるぞって注意するのか？けどよ、あいつは結構勘が働くんだろう。むやみに声をかけてこっちの腹を探られでもしたらそれこそ面倒だ。坂本と風間、二人に気づかれねえように行動しろ。そんで二人が鉢合わせするようだったら何としても阻止しろ。だがなるべく騒ぎは大きくするんじゃねえぞ。では引き続き観察方でも追っていきます。所在は逐一報告を。そういうことでしたら私も力添えをしましょう。とはいえ元から何かあれば手を貸すつもりではいましたから。そいつはありがてえが、相手は鬼と厄介な切れ者。不測の事態になった場合も考え人手はあった方がいいはず。さりとてこれ以上の幹部が揃って不在となれば今度は伊藤さんたちの勘繰りを受けることとなるでしょう。その点死した身となっている私なら怪しまれることもない。それに夜は得意分野ですから使わない手はないと思いますよ、土方副長。分かったよ。動くのは今ここにいる者だけだ。源さんと夜の巡察から帰った平助と新八には屯所待機だと伝えろ。承知しました。出るぞお前ら。意気揚々と出てきたのはいいが、ここに来ることになるとはな。仕方ない。見つけた標的を追った結果だ。いいんじゃない？夜の島原巡察だと思えば。こりゃ新八あたりだったら大騒ぎだな。そろそろ声を落とした方がいい。ここが標的の入った部屋の隣の間だ。どうやら先客がいるな。人の気配がある。ああ、その先客には気の毒だが。今夜は場所を譲ってもらわないと困るんだよね。皆さん、まさかこんなに早い再会になるとは。あれ、土方さん、仕事放り投げて島原に来てたんですか？そんなわけねえだろ。お前らこそなんで。他を探してたはずだろうが。実は我々は坂本を見つけてここまで後をつけて。おいおい、坂本がここにいるのを知ってて来たんじゃねえのか？いや、俺たちが追っていたのは。おお、やっぱりおまんらかい。知った声が聞こえたち思うて覗いてみたらすごい偶然やにゃ。坂副長、名前を言うのは。一人酒も寂しいち思いよったところながよ。どうぜ俺も仲間に入れて。あのさ、もう少し声を抑えて話してくれない？ちょっと事情があってね。声。ああ、悪い悪い。そんなに大声で喋ったつもりはなかったがやけんど。なんぜもう飲みすぎて頭が痛いがかい？いや、俺たちは。おい、隣のやつらうるさいぞ。酒を飲むにしても節度というものがあるだろう。待っていろ。今その睾丸を拝んでくれる。開かぬようにしろ。分かってるよ。どういうことだ。襖が開かぬぞ。この店は客も悪ければ立て付けも悪いのか。なるほどな。やっぱり風間もいるのかよ。なんぜそっちの周りにも誰か知り合いがおるがか？うんうん、ただの酔っ払いでしょ。ほら、絡み酒ってあるじゃない。確かにありゃ厄介やにゃ。けどそういうがも相手してみたら意外に面白い話が聞けたりすることもあるがぜ。お待ちなさい。時に好奇心は身を滅ぼしますよ。そう。まあそれも一理あるけんど。
それだけじゃ人生つまらんろ。おい、開けというのに。副長、このままでは。三男さん、坂本を頼む。りました。では坂本君、お酒の相手が欲しければ私がお相手しましょう。おお、あんたが相手してくれるがか。あんたとはいっぺんちゃんと飲んでみたかったがよ。よっしゃ、隣の部屋で飲もうやいか。では沖田君と山崎君は一緒に来てください。坂本の相手ですか？切ってもいいならしますけど。沖田さん、そんな場合じゃないでしょう。では土方君、そちらは頼みますよ。ああ、わかった。坂本は言ったみてえだな。はい、なんとかしのげたようです。ああ、だがこれからが問題だぜ。隣にいるやつをどうやっておとなしくさせるか。ようやく開いたか。うるさいと思ったらお前たちだったのか。まったく、毎度毎度邪魔をしてくれる。せっかくの酒だというのにもっと風情というものを理解できんのか。風情だ。襖が開かねえからっていきなり力ずくで踏み倒すやつにんなもの解かれたくねえよ。遠吠えなら他へ行け。うるさくてかなわん。今宵ここの先客はこの俺だ。こっちの部屋の先客は俺たちだ。帰れと言われる筋合いはねえ。まだ吠えるか打剣が。仕方がない。ならば声を出せないようにするまで。ああ、やると言うならこっちだって。向こうがなんか騒がしいけんど、映画かい？困っちゅうがやったら俺も力貸すて。いや、向こうには向こうの事情があるんです。気にしないでください。こちらはこちらでお酒を飲みましょう。坂本君の話も聞きたいですから。ほら、お酒を飲みたいんでしょ。好きなだけ飲めば。おいたらこっちはこっちで飲むとするか。どうやらあっちはうまくやってるみてえだな。そのようです。となると、これ以上ことを大きくするのは得策ではないかと。だな。風間にはこのまま部屋に戻ってもらうとしようぜ。まあ今夜は切り合いじゃねえ。風間と坂本を合わせなきゃいいだけだ。ところで風間千景、今さら聞くのも妙だが、あんたが鬼というのは本当か？何を今さら。まさか信じていなかったとでも言うのか。己と異なるものを認めたがらぬ器の狭さ。人間どものそれはいくら時が移ろうとも変わらぬと見える。なんだそりゃ。俺に喧嘩を売ってるのか。副長、抑えてください。なあ風間、酒を味わいに来たんだろ。まあとりあえず飲めって。こっちの酒も飲んでいいからよ。さっきの話がまだ終わってないようだが。わかった。話は酒を飲みながらしよう。ほう、殊勝な心がけだな。では土方、俺の杯に酒を告げ。できぬのか。てめえ、覚えとけよ。貴様ら、俺が本物の鬼かどうか疑っているようだな。そりゃまあ今でもちょっとは疑ってる。だってお前もお前の仲間も昔話みたいに牙や角があるわけでもねえし、異様な風体をしているわけでもねえだろう。あれは人間どもの勝手な妄想の産物だ。我らとて人とそうかけ離れた生活をしているわけではない。それを人間を食っただの、虎の毛皮をふんどしにしているだの、子供と動物に退治されただの、財宝を奪うだのと散々言いよって。今にしても
俺があの女鬼を求める事情も知らずに付け回しているだの、振られたのに往生際が悪いだのと。おーっと落ち着けって。まあ飲めよ。それらの話が誤解だというのならば、今ここで真実を話せばいいではないか。そりゃ名案だ。何度か鬼の昔話を聞いたことはあるが、鬼本人から話を聞いたことはねえからな。俺から情報を引き出そうとでも言う気か。小賢しい。そう思い通りに話してやる義理などない。黙って聞いてりゃグダグダ言いやがって。鬼の話をするならさっさとしやがれ。ほほそれが話を聞こうとする者の態度か。聞きたいと言っていたのは貴様らの方ではないのか。こっちが下手に出りゃいい気になりやがって。副長、ここは抑えてください。なあ風間、鬼の話を頼むぜ。酒もあるんだしよ。そこまで言うなら聞かせてやろう。そもそも鬼とは。中華が俺の半生じゃ。へえ、どうぜ。なかなかの大冒険じゃろ。大冒険と言いますか、無茶と言いますか。普通に暮らせば平和だったのに、いろいろそれを放り出してきた上に、自分から危ないものを取りに行ってるような感じがすごくするのは気のせいかな。何言うがぜおまんら。ただ安穏と毎日を過ごしよったら、あっという間に時流に飲まれてそれっきりやろ。肝心ながは時流を見極め、恐れずに乗り込むことぜ。おまんらわからんがが。あれ、土方どこ行ったか。坂本さん、お酒がなくなっています。追加で頼みましょう。ああ、そうやにゃ。というか坂本さん、こんな場所に一人でよく来るの？随分と命知らずなんだね。死ぬ時はどこでやち変わらんろ。お、いやいや、おまんらほとんど飲んじゃせんやいか。せっかくの機会でちくと口の滑りをようしや。ではお言葉に甘えて、沖田くん、山崎くんも少しいかがですか。はい。ではお付き合いします。ねえ三男さん、ここのお勘定は土方さんが払うの？とりあえず今日のところはそうなるでしょうね。そうなんだ。じゃあここの一番高い料理とお酒を頼んじゃおっと。坂本さんも遠慮しないでどんどん頼んでね。ああ、大ちゃ気前がええにゃ。おいたら俺も頼むとするかい。では話の続きといきましょさっきから俺ばっかり話しゅうけんど、おまんらの話も聞かいてくれや。僕たちの話？新選組のことならよく知ってるんじゃない？う。例えばあなたは何について知りたいと？ほらあるろ。おまんらが隠し中羅刹とかいうやつらの話。それを聞いてどうしようというんです？なんちゃやないき。まあ興味はあるけんど。おいてめえ、さっきから聞いてりゃてめえの自慢話ばかりじゃねえか。落ち着けよ土方さん。話はまだ終わっちゃいねえみたいなんだし。副長、ここは一つ穏便に。はっ、幕府の犬風情は俺の話がわからんらしいな。まだまだこれからだぞ。心して聞くがいい。隣は隣で面白そうやにゃ。やっぱりチックと覗いて。いやいや、こちらはこちらで語りましょう。ほら、追加が来ましたから。とは言うけんど、土方も持て余しちゅうみたいやいか。どんな相手ながか一度見てみたい。あ、そういえば羅刹ね。羅刹といえば。なんでなんで。沖田さん、まさか。羅刹よりももっと強い相手がいるんだけど。おお、羅刹よりも強いやつか。興味あるわ。待ってください。そんなことはないと思いますが。実は羅刹も恐れる鬼と呼ばれる人がいるんだ。それは沖田くん、鬼の副長って人なんだけど。おお、
すごそうなやつやにゃ。機械手や。おお、それが鬼の副長か。そうそう。本当に土方さんってひどいんだから。本物の鬼よりも鬼らしいんじゃないかな、あの人。あんな役者みたいな面しちょいて、ただものやないろうと思いよったけんど、鬼の副長とはにゃ。まあ彼の恐ろしさは上に立つ者の宿命といったところもあるのでしょう。なるほどにゃ。確かにそんな立場におったら鬼にもなるか。上に立つやつの苦労には同情するけんど、少々頭が硬い側が残念やにゃ。かなりの間違いじゃない？昔から融通が利かないっていうか、石頭っていうか。沖田さん、声を控えてください。隣に聞こえてしまいます。大丈夫。向こうは向こうで手が離せないだろうし。でもね、あんなに恐ろしい鬼にも可愛いところがあるんだ。実は土方さんって趣味が脇差しですね。おいおい、これなんぜ？注文した覚えないけんど。今のは隣の部屋からの無言の圧力かと。なんだ、聞こえてたんだ。まあ聞こえるように話してたんだけど。おまんらにゃ、打ち上げんかをこんなところに持ち込みなや。本当は仲が悪いがやないがかい。そんなことはありませんよ。私たちはとても仲がいいんですからね、沖田くん。はい、そうですね。新選組の内情がちっくと見えたような気がするにゃ。酒が止まってます。ほら、飲んでください。沖田さんも三男さんも飲んでください。報告します。坂本は無事寺田屋へと帰還。その後しばらく様子を伺いましたが、風間の敵襲はない模様です。そうですか。ご苦労様です。ちゃんと帰ったんだ。というか、すごい飲んでたけど、よく帰れたよね。途中で何度も寄り道をして大変だったんですよ。やっとこっちもお帰りだ。なんだかどっと疲れちまったな。風間千景、改めて恐ろしいやつだった。一人であれだけの酒を飲むとは。そちらも難しい相手の接待、ご苦労様でした。まあ俺たちが難しかったのは風間というより。くそ、風間、次は負けるかよ。はじめくん、土方さん、何があったの？副長の名誉のため答えられぬ。飲めねえ酒を飲まされてバカにされっぱなしだったんだよ。それは原田くんたちには大変なことばかり任せてしまったようですね。いや、なんてことはねえさ。飲んでたのは風間と土方さんだけだったしな。確かに。空の星が白んできました。皆さん、そろそろ帰りましょう。だそうですよ。ほら土方さん、いつまでもいじけてないで帰りますよ。誰もいじけてなんていねえよ。ところでずっと聞きそびれていたのですが。どうした三男さん。風間が坂本を狙っていたというのは一体何の理由だったのでしょう。そりゃあ、ソジ斎藤、お前たちが知ってたんじゃねえのか。さあ、知らないけど。ソジ、てめえ！しかし結局見つからなかったか、坂本龍馬。ちょろちょろと薩摩の周りを飛び交う小うるさいやつ。一度くらい顔を見てやろうと思ったが、まあ気まぐれもここまでとしよう。
土方歳三、三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海浩介、原田佐之助、遊佐浩二、三男圭介、飛田信夫、山崎進、鈴木孝之、風間千景、津田健次郎。坂本龍馬、小野大輔。